ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナの戦況解説。ウクライナ軍が南部戦線においてヘルソン市を奪還しました。この撤退にあたってはロシアがかなり手際よくやったのではないかといった話が最初は出ていたわけですが、どうも内情としてはそんなに褒められるほどのことではなく、実際問題多くの兵士が混乱の中で逃げ去ったという話が改めて出ています。今回の動画はそのことを足がかりにウクライナの戦況について見ていきましょう。それではまずはウクライナ南部ヘルソン周辺の出来事からいきます。こちらの地図は戦争研究所の発表しているもので、赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域、水色の部分がウクライナ軍の奪還した地域です。ウクライナ南部戦線においてヘルソン市を奪還したことにより、南部戦線においてはウクライナ軍の攻勢は一旦区切りをつけています。というのも、ドニプロ川は水量の豊かな、そして川幅の広い大きな川であり、そこにかかっている橋が破壊されたことで、ウクライナ軍も川を越えて追撃することが非常に難しいのです。ドニプロ川の話をすると、どこにあるのかよくわからないという方がおられますので、今回だけですが、地図をかなりわかりやすく表記しました。この黄色の線がドニプロ川です。首都キーウから黒海へと続いている大きな川で、ノーバカホフカにはダムが築かれ、ウクライナの南部やクリミア半島にとって淡水の供給源となっています。なおこれはあくまでもドニプロ川がどこを流れているかを分かりやすく表記したもので、実際の地図上においてこんな太い線があるわけではないので、そこはご了承ください。そしてヘルソンを奪還したウクライナ軍のもとにゼレンスキー大統領が現れました。町が奪還されたばかりということもあって、ロシア軍がいつ砲撃をしてくるかはわかりません。まだまだ危険なヘルソンにゼレンスキー大統領がやってきたことで、住民や兵士も大歓声でこれを迎えました。これは現場の兵士たちに全く姿を見せないロシアのプーチン大統領とはかなり鮮烈な差を見せるものであり、兵士の士気を高く維持することに非常に役立っていると言えます。そして今回ロシア軍はかなり手際よく撤退したかもしれないという話をしたわけですが、内情としてはどうもそうではなかったようです。今表示している動画というのは、ロシア軍の兵士たちが装備をほとんど捨て去ってドニプロ川を渡って逃げ去ったであろうということが推測される動画です。ヘルメット、軍服、小銃、弾倉、手榴弾、その他諸々の装備品や持ち物といったものが川辺に大量に遺棄されており、川を渡るための船や浮き橋といったものを使うこともできずに逃げ遅れた兵士たちが大量にいたことを表しています。また兵器の鹵獲数が少ないことについても、どうも事前に大量の兵器を逃すことができていたからではなくて、そもそもギリギリの状態でこの地域をなんとか守っていた状態で、そもそも大量に鹵獲されるほどの兵器がこの地域にもうなかったのではないかと言われています。ですからロシア軍が撤退したのはもうこれ以上は何ともならない状況だったからこそ、大量に人を集めてなんとか人の力だけで持ちこたえていた。そこに持ってきて一気に撤退したということで、残された兵器類も非常に少ないものになったというわけです。ドニプロ川西岸地域を奪還したウクライナ軍は川を渡るのは少し難しい状態なわけですが、偵察や石膏は送り込んでいるようです。ノーバカホフカの対岸、ヘルソンの対岸といった町にはウクライナ軍が出没したという話が出ています。ロシア軍の方の守備隊もいますから、兵士だけでこれらの町を奪還するのは非常に困難でしょう。ですから、ウクライナ軍のこうした対岸の町への進出というのはあくまでもロシア軍がどのような反応をするか、その様子見といったところです。もしくは、丸3につけたキンブルン半島に対する攻撃を少しごまかすための陽動作戦だったかもしれないと言われています。丸1、丸2は、ノーバカホフカ、ヘルソンといった主だった場所なわけですが、丸3のキンブルン半島については今回初登場となります。キンブルン半島は黒海に突き出ており、この地域にロシア軍の陣地があり、砲撃部隊がいると、この周りを船が安全に航行することは非常に困難です。また対岸の町に対する攻撃もできますから、ウクライナ軍としてはここを叩いておきたかったのです。ただし、ロシア軍の砲撃陣地を叩いておきたいという話と、この地域をウクライナ軍が奪還するというこの2つの間にはちょっと差があります。というのも、ウクライナ軍の海軍は
非常に貧弱なものであり、戦車や装甲車といったものを船に乗せて、さあキンブルン半島に上陸しようというようなことはほとんどできないでしょう。そもそもキンブルン半島にもしも上陸したとしても、ロシア軍が殺到してしまえば退路がないような状態になってしまうのために、あまりお勧めできる作戦とも言えません。そのため、闇夜に紛れて海を渡り、一撃離脱のような形でのロシア軍への攻撃といったものをこれからも繰り返すものとみられます。黒海での動きという面では、以前セバストポリのロシア軍黒海艦隊への水上ドローンによる攻撃といったものが行われました。その後どうなったかについてなのですが、まず第一にウクライナ軍は水上ドローンによる艦隊を整備することを宣言しました。水上ドローンは体当たりして爆発するというものですから基本的には消耗品です。数が多ければ多いほど脅威になります。そうしたこともあってか、一度攻撃を受けた後のロシア軍の黒海艦隊はセバストポリの軍港に引きこもるようになりました。軍艦は何百億円とするのに対して水上ドローンは数千万円に過ぎません。ですから水上ドローンを大量に持ってきて軍艦を沈めるといったことが連続で起きれば非常にロシア軍の打撃は深刻になってしまうからです。軍港に引きこもる代わりにその周囲においては哨戒艇のようないわゆる小型艦艇などで見張るだけで黒海艦隊は水上ドローン艦隊の存在に怯えつつその力を抑止されたと言ってよいでしょう。次にロシア軍がどこを攻めてくるだろうといった話をするときに再び首都キーウを狙うのではないかといった話が以前からずっとくすぶってきました。この件に関してウクライナ側は徐々にではありますがウクライナ・ベラルーシ国境にフェンスを築いています。このフェンスについてはロシア国境との間にも築く話が進んでいます。ベラルーシ国境との間の方が現在は戦闘状態になっていない少し安全なことから優先的にフェンスが張られています。なぜベラルーシとの国境との間にフェンスを築いているかといえばかつてベラルーシからロシア軍が攻め込んで首都キーウを狙ってきたということがあったからです。こちらに2つの地図を用意しています。ロシア軍の最大占領地4月の段階は左側の地図。赤く塗られている部分がロシア軍の占領していた地域です。首都キーウの周りにはロシア軍が迫ってきていました。この時、北から首都キーウへ向かってくるロシア軍の出発地はロシア領ではなくベラルーシ領を使ってウクライナ領に攻め込んできていました。ベラルーシの国境にフェンスを築くのは侵攻を受ける際の時間稼ぎには必要な施設なのです。そして右の地図がウクライナ軍の奪還した地域水色の部分を示している地図です。こうやって見ると1年も経っていない間にロシア軍は占領地をかなり多く失っていることを把握できますし、これだけの地域ウクライナ軍が奪還したんだというのも現代戦争、特に国家間戦争においてかなり歴史的な成果を上げていると言えます。ただ当面激しい戦闘が行われるであろう東部戦線においては両軍の凄まじい戦いが各地で行われています。特にヘルソンを奪われた後のロシア軍はその奪われたというのを何とか帳消しにしようとしてドンバス地方の攻略に全勢力を傾けてくるのではないかといった話が出ています。これはかねてからプーチン大統領の目標としていたドンバス地方の制圧といったものを今更ながらもう一度何とか実現しようと考えている、そのような話が出ているのです。しかし激しい攻勢に打って出たと何度となく報じられているのですが、実際戦線の動きを見てみるとほとんど動きはないとも言えます。もちろん両軍のせめぎ合っている線が変わらないからといって毎日のように多くの死者が出ていることは間違いありません。死傷者の割合はウクライナ軍1に対してロシア軍5だと言われています。つまりウクライナ軍の兵士が100人死ぬ間にロシア軍は500人程度が亡くなっているというのです。せめぎ合っている戦線が変わらないからといって戦場の苛烈な現実が変わるわけではありません。最後にこちらは首都キーウの気温です。来週になるといよいよ首都キーウの気温は摂氏マイナスといったものがほとんど日常化するようです。つまりもうそろそろ冬がやってくるというわけです。なお冬がやってくることによって両軍にとって動きにくくなるといったことはあるのですが、ウクライナとロシアの人たちどちらにしてもそうなのですが、別に冬の寒さは毎年のことであり、そのことそれ自体は別に慣れています。問題なのは軍用の装備として極寒の中で戦える準備ができているかどうかの差です。これまで出てきた事前の情報などを考えると明らかにロシア軍の方が冬用の装備は不足しており、一方でウクライナ軍は
元々の装備に加えて支援されたものも大量に入ってきていますから、冬将軍はウクライナ軍に味方することでしょう。ただ、そうだとしても、冬の間の軍事作戦というのは基本的には、これまでのような大規模に、そして電撃戦のようなことは少し難しいでしょうから、これまで以上にゆっくりとした進展をすると思われます。冬将軍がやってくれば、戦場においてはウクライナ軍に味方するだろうというのが私の予想です。一方で、残念ながら、ウクライナの一般国民にしてみると、冬将軍はやはり大きな災害となるでしょう。というのも、現在のロシア軍は徹底的にウクライナの社会インフラを攻撃し続けているからです。発電施設や変電所、そして給水設備などに対する攻撃が繰り返されているために、冬になっても電気を得ることができない、水を得ることができないといった状況が多くの地域で発生しそうなのです。寒さを原因として亡くなる人も多く出るかもしれないという非常にきつい状態になっています。そうした意味で、軍ではなく一般国民を狙い続けるロシア軍というのは非常に罪深い存在だと言えます。そうしたロシアの行っている行為に対して基本的には批判する行為というものが多いわけです。国連の場においては、ウクライナに対してロシアは賠償すべきだといった協議が行われました。この場においては賛成多数でロシアは賠償すべきだという意見でまとまりました。ロシア側はこうした状況に対して、ロシアとしては賛成があまりにも多すぎると非常に国際世論上においても危険だと考えて、なんとか巻き返しの外交を行ったそうです。この協議に棄権する国というのも70カ国以上出ました。しかし、反対まで踏み込むのはいつものメンバーの北朝鮮やシリアといったようないわゆるならず者国家ばかりであり、国際世論の多くはロシアこそ賠償すべきだという考えなのは明らかです。ただ、プーチン大統領は戦いを長期化させればさせるほど民主主義国においては選挙によって支援するのはもうやめるべきだという国民世論が盛り上がるのを期待しています。そのような考えに脳を突きつけるのはそれこそ今年の冬将軍が猛威を振るい、冬用の装備の足りないロシア軍の方に戦闘ではなく投資など自然災害によって脱落する兵士が大量に発生することが必要かもしれません。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたのコメントの書き込みをよろしくお願いします。それでは次の動画でまとめにかかりましょう。またね。